おはようございます。たかしです。本日は2月14日火曜日、ただいま7時34分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。日足昨日かなり強めに上昇してきてますね。そして今は GMMA の青帯と再び接触してきたところです。ここのところ、この緑のボックスの下限からじわじわと安値を切り上げつつ上昇してきております。ただし、日足の下落トレンドを崩しているわけではありませんので、まずはその下落トレンドを崩せるこの白いラインですね。162.332 ここを上抜けられるかどうかっていうところがこの先の強く上昇していけるのか、それともこの下落トレンドが継続してさらに深掘りしていくのかというそういう分かれ道になってきます。まずは 162.3 付近までの上昇ができるかどうか、そしてそこを超えられるかどうかっていうところに注目なんですが、現在ストキャスティクスはそろそろ高値圏に来てます。過去の高値圏からのデッドクロスを見てますと結構大きく下落しているんですね。ですので今回もこのストキャスティクスが高値圏に入ったところではそれなりの下落をすると考えられます。ただし現在は安値を切り上げ中、そして日足の GMMA のところにあってそこを今上抜けようとしてますので、ここを上抜けてくるようですともう一段高を考えられるのですが、まずは 162.3 付近までというところを狙っていくのがいいと思います。今、日足の GMMA にぶつかってきてますので、本日は基本的には押し目買い、昨日の強い上昇がありますので、基本的にはまだ上昇していくっていうところで押し目買いを狙いたいのですが、GMMA と接触してきているので、一旦深めの押しをつける可能性がありますので、しっかりと押しを待ってからの次の上昇を狙っていくのがいいですね。では4時間足です。4時間足はオレンジの平行チャンネルを引いてました。で、昨日の夕方のショートムービーでも言ってたと思うんですが、まずはこのセンターラインを越えてくること、そこからの押しをつけて次の上昇を狙いたいですねというところで話してました。結果的にはこの強く上昇してきてセンターラインを今明確に上抜けましたので、本日はセンターラインぐらいまでの押しを見ておきたいですね。どこまで押しをつけるかわかりませんが、もし深く下がってくるのであれば、4時間足の GMMA 付近まで下落してくる可能性もあるんですが、まずはセンターラインですね。そこまでの押しをつけてからの次、この平行チャンネルの上限ぐらいまでを狙っていけるといいのかなと。ただ、その上限に到達するまでに、ここに白とオレンジの点線があるんですが、これが4時間足と日足の目線切り替えポイントになります。この高値ですね。12月28日の高値がそこになるんですけれども、そこを上抜けられるかどうかっていうところが、まずは最初の注目ポイントになってきます。そしてこのラインっていうのはフィボナッチリトレースメントの 50% なんですね。ここの高値、12月13日の高値から、この最安値、1月3日までの安値に当てたフィボナッチリトレースメントの 50% というところがちょうどここ、先ほどの目線切り替えポイントと言っていました 162.332 と被ってきているんですよ。ですので、その辺付近というのはやはり強めに意識されてきますので、この平行チャンネルの上限まで到達せずに途中から下落する 162.3 付近からの下落っていうところも考えておきたいです。本日はどちらにしましても押し目買いを狙っていくのがいいと思います。では1時間足です。今までずっと揉み合っていたレンジがこの黄色のボックスですね。このボックスをようやく昨日強く上抜けてきたので、一旦はこのボックス上限付近までの戻しを待ちたいところ。先ほど言ってました平行チャンネルのセンターラインがここの点線ですね。現在はその辺付近に GMMA が来てますので、その辺までの戻しを待ちたいところ。深く押しをつけるのであれば、この緑のライン、この切り下げラインぐらいまで下げてくる可能性もあります。基本的には押し目買いと見ているんですが、本日は調整の下落だけで終わるかもしれません。しかも今日の夜は CPI の発表がありますので、そこでの乱高下というところも考えられますので、本日のトレードはできれば控えて様子見がいいのかなと個人的には考えます。もし本日新規でポジションを持つ場合は、今夜の CPI までに手締まっておいた方がいいと思います。その辺付近では乱高下をしますので、今日持ったポジションっていうのが刈られる可能性、そして自分のイメージと逆行して大きく損失が出る可能性がありますので、本日のトレードは今日の夜までに手締まうのがいいんじゃないかなと見ております。ただしやはり押し目買いは押し目買いなんですが、今日は調整の下落だけで終わる可能性もありますし、ちょっとその辺が分かりにくいですね。しっかり下がったところから買っていく分にはいいと思いますが、本日は無理のないようにしていきましょう。
では本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますのでその期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから明るい未来を夢見て頑張りましょう。